も世界の横澤チャンネルをご覧の皆様、こんにちは、横澤です。ひろき。さあ、メイクセンス。さあって何？さあ、メイクセンスです。というわけで、熱々だった WSOP、僕はちょっとやっぱり悔しい思いをずっとしておりまして、もう WSOP メイン飛んだ時点で、よし、次の旅に切り替えるぞってなんなら思ってたぐらいモチベーション高かったんですよ。なので本日から EPT バルセロナに行きます。いや、去年のねこの EPT バルセロナはセカンドチャンスっていうトーナメントで僕が3位になることができて、賞金が3000万円ぐらい獲得できた、いい思い出が。そうだね、確かに EPT に強い男と。そうなんですよ。 EPT しかもメインイベントのインマネ率僕バカ高いんですよね。めっちゃよくインマネする。確かに。なんで今回もいけんじゃないかなっていう気はなんとなくしております。いいですね。一つでもね、トロタクをね持って帰ってきたいね。トロタク巻き今回 EPT バルセロナ約15、16日間あるんですけど、所持金10万ユーロトーナメントにぶっ込みまくります。今回 EPT が20周年らしいんですよ実は。なので、普段の EPT よりも倍の高いトーナメントがいっぱいありまして、チャンス。死ぬじゃんとか言わないで。僕も日本から応援してるんでずっと。でもその、どうやったら応援できるかなって考えてたんですよずっと。こんなものをね用意しましたので。なんだ。どうぞ。待って、何これ。こちらはですね、横澤マイレージクラブで売ってます。やばすぎ。何これ、本当にカードかと思ったわ。そうです、本当にカードです。僕考えたんですよ、例えば飛行機乗ったりとか、コンビニで買い物したりとか、何にしてもポイントってつくじゃないですか。すっごいバカみたいなこと言い始めた。そうだね、確かに。トーナメントってポイントついてよって思ったの。確かにすごい金額バインしてるもんね。そう、もしそこにマイルがついたらとんでもないマイル数になるんじゃないかなと思った。いやー確かに100万マイル以上絶対いってるもんね。横澤チャンネルでマイル作っちゃおうかなって。いや全然意味がわからないです。ここ最後これは僕からの応援と還元も込めて、チャンネルで使った金額分そのカードにチャンネルマイルが溜まっていきます。やったー、マイル溜まるんだこれに。はい、1ドル使ったら1マイル、分かりやすい。1ドル1ユーロがねそちらのカードに溜まっていきますので、もう横澤さんそのマイルもう自由に使っていただいて大丈夫です。何にでも使えるのマイル。何にでも使えます。何それ。じゃあそれはもう僕はもうじゃあこのマイレージ、全額視聴者さんのためにマジ使います。もちろんいいのであれば。でもたまった分俺もいや違う、なんでもらう側全然見てますシステムが意味わかんないから。例えばそのじゃあラスベガスご招待とかグッズプレゼント、あとお土産とかね。グッズあげたらいいなそれ。めっちゃいいじゃんマイレージくらい。これなんかしかもじゃあちなみになんですけど、今回のこのバルセロナまでの往復の飛行機エコノミーが1320ユーロでした。1320マイル獲得です。すげえ。もうやった。たまりましたそちらに。嬉しい。これトラメインまでしたらどうなの。基本的に使った時にやっぱたまるんですけど、勝つのも偉いじゃないですか。リングゲームもトーナメントも、勝った時は勝った分だけマイルつけます。えぐっ。少しでもトーナメント出るモチベーションがね高まったらいいかなって思ったんで、これで頑張ってください。わかりました。横澤マイレージクラブ、視聴者さんへのプレゼントも手に入れるという目的も作りつつ、やっぱ一番のやっぱね視聴者さんへのプレゼントは僕の優勝トロフィー。マイルよりも欲しいものはそれだっていうのは僕は知ってるので、走りに行きますか。トラメ EPT バルセロナ編やっていきたいと思います。はい、頑張って。レッツギャンボ。到着しました。遠かったバルセロナ。日本を朝出発して20時間強移動してきまして、やっとバルセロナに到着することができました。現在のバルセロナの時刻は夜11時ということで、明日からですね EPT がスタートしていくので、今日はホテルでチェックインして寝ましょう。アメリカの 1.5 倍遠いのはやっぱね体感だいぶ違いますね。一旦寝たいです。お疲れ様です。ホテルに向かいましょう。行きましょう。バルセロナでの基本移動手段は Uber ですね。配車アプリがありますので、Uber があると呼んだらすぐ来てくれるし、値段も安いんで、今までですね会場ホテルの近くのホテルをなるべく取るようにしてたんですけど、今回はあえて遠いところにしました。これなんでかっていうとですね、治安がねちょっと危ないんですよ。前回夜道を帰り道歩いてたら3人組ぐらいの男がつけてきてる感じがして、走って逃げるみたいなことがあったんですよね。釣りとか強盗見たら結構多いらしくて、安いホテルにしようと思ったらどうしても徒歩10分15分かかっちゃうと殺されるリスクがちょっと高すぎるよねっていうことで、今回はあえてもう歩けない距離にしました。なるほど。Muy bien.
Muy bien. Muy bien. Señor grabando. I don't speak in Spanish. Spanish, but little speak Spanish, ¿no? リロリロリロ。ちょっとってなんて言うんだっけな。うんぽこ見てんですか。あ、そう、うんぽこ。うんぽこでエスパニョル。動画見てきました。さすがっす。横澤チャンネルの初投稿じゃないですか。そうっすね。気づけば大所帯になってて、もともとはひろきと僕の2人だったんですけど、どんどん裏方が増えていって、でまだ入社したってじゃないだって。いやまだ1ヶ月経ってないです。やば。まさかね、こんなバルセロナで全財産を失うことになるとはね。いやもうそれはやばいですよ。ちょっと来る怖いっすね。ちょっとなんか治安悪そうだぞ、ごめん。大丈夫か。いけばまあ Thank you very much. Good night. Thank you. というわけで到着しました。我々の今日の今回泊まれるホテルはオーシャルハブというホテルです。落書きいっぱいで大丈夫かなって思ったけど、まあ、こんな深夜にもこんな人がいっぱいいるということは治安いいのかな、逆に。他立音。テイクアキー。すごいすごいすごい。めっちゃ良さそう。うわ、めっちゃいいじゃん。想像よりだいぶいい。窓ガラスもでかくて PC デスクみたいなのあって、しっかりクリーンのベッドがあって、めっちゃいいじゃん。いいっすね。あ、なるほど、清掃は週1なんだ。そういうので安くなってんのかもしれないね。全然綺麗で快適そうな。なるほどね、いい感じ。ジムとかルーフトップがある。1時までやってるとか言ってたから、ちょっと見に行ってみますか。あ、来ました。めっちゃいいんだけど。何これ、プールプチすぎない？ちょっとこんなので使えるの熱くない？すごいっすね。あ、でもこれは痩せちゃうわ、さすがに。というわけでこのホテル1泊いくらぐらいだと思いますか？ちなみに参考価格までで言うと、前回2人部屋で1泊4万ぐらいだった。これ1泊いくらだと思う？1人1人1部屋2万4000円。こちらのホテルなんと1泊1万5000円で取れたんですよ。めっちゃお買い得。というわけでマイル貯めていいですか？どうぞ。マイルウーバーちょうど40ユーロ、ホテルが1447ユーロ。めっちゃ貯まるじゃん。帰る頃にはとんでもないことやってる、こんなマイル。嬉しい。というわけでだいぶ満足のいくホテルに泊まれたということで、12時回ってますので、明日はですね、初日から1万ユーロのミステリーバウンティータウンがあります。1万1万ユーロです。でかっ。初日からなんで、ちょっと気合い入れて頑張っていきましょう。おやすみなさい。おやすみなさい。オラー。というわけで今日からついに EPT バルセロナが開幕するということで、今回の EPT バルセロナ、約2週間の、戦いなんですけども、います。大物ゲスト、やっぱり今回も超大物ゲストお越しください。どうぞ。また出たそれ。やめてください。ただでかいやつです。はい、大物です。前々回本郷かなた、前回、予備連ふくら P、今回渡辺さん。まあ、ヨーロッパはもう毎回渡辺さんいる気がするんだけど、準レギュラーみたいになってるんですけど、今回の EPT も渡辺さんと共に一緒に頑張っていきたいと思います。というわけでまずはスペイン料理食べていきましょう。めっちゃいいじゃん。スペイン料理って感じ。めっちゃ美味しそうじゃん、これ。やばいやばい。来た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 。あ、これこれね、クリス祭りじゃん。あー、天気。あー、美味しそう、めっちゃ。いただきます。パンも美味しい。うわー、バルセロナ来たって感じすんね、これ。あー、すごいアイスラテ。美味しそう。めっちゃいいの来た。アイスラテ、これがヨーロッパでアイスラテっていうと、こういうものを指すっていう風に見たことあるから、記事で。カジノバルセロナ到着です。 EPT バルセロナ始まります。2週間の戦い、本日一発目のトーナメント、1万ユーロミステリーバウンティーです。一発目から高えワインがもう本当に最初からクライマックスです。メインが5300ユーロなんで、倍です。メインの今日で今、明日で5でですね、明日1万2300ユーロのハイローラーのバウンティーもあるんですよ。なんで今日生き残れば明日それ出なくていいかもしれないっていう、なるべく今日生き残ってデイ2進出して、そのインマネとかまでいければ2度美味しい、インマネして賞金もらえる、かつ明日の1万2300出なくていいっていう。でしかも今日初日なんで、多分僕の予想では参加人数めっちゃ少ないと思います。100人以下だと思います。なんで美味しそうというわけで、ここまでホテルもいい感じだし、ご飯も美味しかったし、やっぱバルセロナ気候がいい。なんかその勝てそうな気候ですよね。さっぱりしてて、暑すぎず寒すぎず。ちょっと見てください、こちらもう海辺なんですよね。というわけで一発目トーナメントやっていきましょう。いや、なんかもう慣れてきましたね、この会場にも。 EPT バルセロナ2024、いいですね。ほら、ここに俺の写真が載る日も近い。横澤の写真2025載せたくない？絶対載せるわ、マジで。20って書いてますけど、20周年なんですか？そう、今年 EPT はですね、20周年なんですよ。この20周年のアニバーサリーを優勝してこそ世界のみたいなところなんですが、
すごい整ってますね、舞台が。整ってるよね。整ってます。どうですか？すごい人がかっこいい。なんかね、パワーアップしてるわ、めっちゃ。内装がかっこよくなってるし、なんか全卓にカメラついてるし、めっちゃ良さそう。というわけで、レジストしに行きましょう。はい。というわけで倍にしました。1200ユーロ。というわけで10200マイル貯まりました。すごくない？簡単だな、マイル貯めるの。しかもインマネしたらプラス2万マイルとか入るからなんですから。熱いですね。やっていきましょう。Good timing. Small price. しゃー、安く入りますね。知ってるプロは2名。知ってるやつばっかなことが多いですけどね、1万ユーロ。Actually, many years ago, the guy who ate Mexican, right? Oh, the guy in the desert. There is a Mexican. No, the guy who ate Mexican. He ate the Mexican. Didn't somebody? めっちゃ嬉しそうやん。点数はなんと99,500。ほぼ減点です。まあでも SD 降りて99,500なんでプラスです。事実上ちょい勝ちです。54人参加48人残り、まあ、そんなに人数増えないかな。ここからちょうどいい参加人数になってるかなと思います。なんか楽しいポーカーが今ポーカー楽しんでるな俺。すごい人がプレイしてるハンドとかもめっちゃ見て考えながら見てて、なんかこの感覚久しぶりだなーっていう。そのポーカーが僕進化してるんですよね、すごくこの最近。だからめっちゃ考えること多くて楽しめてるし、プレーの自信もすごいある。あとは結果がついてくれば完璧なんで、このまま楽しんでやっていきたいと思います。ブレイク。ただいまの点数非常にポジティブな5万1000点です。ほぼチップ増えてない。でも機運がいいんだよね不思議なことになんかいける感覚があるね。根拠とかはない
給料でかいね。気持ちはずっと前向きだったんだけどね。前向きならいいってもんじゃないらしいわ、どうやら。プレー悪くなかったと思うんだけどな。難しいっすね、ポーカー。反省会です。反省会しましょう。もう今日は参加したハンドほぼ全部メモってるんで、今からもう部屋に戻ってもう振り返りタイムです。明日が楽しみだわ。おはようございます。バルセロナ事実上2日目ですね。2日目初日はですね飛びました。僕はちょっと残念ながら昨日僕は思ったんですよ。あそこで僕が優勝してたら僕の成長はそこで止まってた。昨日負けたことによってめっちゃ勉強してたんですよ。昨日のハンド全部振り返って止まらないです、僕の成長は。伸びしろですね。はい、というわけでラーメンショップに来ました。日本人の方が経営されている。やばい、上がってきた。あら、こりゃやばいわ。いいね。こんな綺麗なカラオケ見たことない。うまいです。美味しそう、めっちゃやばい。ほら、1時まで待ったかあったでしょ。やばこれ。いただきます。うん、美味しい。ありがとうございます。半端ねえこれ。これは何で見ていらしてください。ネットで検索して、はいバルセロナラーメンって調べたら、出てきました。あ、本当ですか。これは教えてください。世界の横沢です。世界の横沢。横沢って世界中を旅しながら、なんかポーカーをするチャンネルなんですよ。ポーカーをする。はい、僕はポーカーのプロで、カジノで。食レポじゃない。すいません。はい、すいません、食レポじゃない。ごめんなさい。というわけで、今日も高いです、トーナメント。さすが EPT20 周年、バインなんと12,300ユーロということで、約200万円バインのハイローラートーナメントですね、これね。こちらですね、ノックアウトトーナメントでして、KO のバウンティーがあるんですけど、これちょっと特殊ルールがあって、残り 25% までプレイヤーが減った段階からノックアウトが開始します。なんと、1ノックアウト12,000ユーロです。すごいですね。おそらく今回の参加するトーナメントの中で一番高額なトーナメントだと思います。12,300。というわけで、レッツ入ろうな。難しかったな。コールするかどうか。まあさすがに降りないな。ナイスです。ありがとう。ラッキーした。76,000。7ボケでラッキーしたね。よかったです。あの一発のラッキーなおかげで生き残れてるわけなんで、このラッキーを大事にまでまで行きたいですね。とはいえ先はまだまだ長いですよ。37人参加29人残り。本当にでも今プレイしながらめっちゃポーカーのことずっと考えてるから頭パンクしそうなんだけど、戦いの中で今成長してます。ちょっとこのトーナメントの終わるまでに仕上げたいですね。もうずっとこの1週間ぐらい仕上がりそうで、あとちょっとで仕上がんないんだよね。まだポーカーが仕上がってない感じで自分でもすごいするんだよね。このままじゃやばいわ。
いやー、きついね。まだプレーがちょっと未完成なところあるんで、ちょっともうちょっと揉みたいっすね、正直。なるほど。戦いの中で調整しながら今戦ってるんですけど、12,300ユーロのトーナメントで調整しちゃダメだね、やっぱね。調整終わらした状態で出なきゃダメだ、12,300は。まだちょっとプレー迷いがあるからね、やっぱりな。20時まで出れるな、この1100ドルのレイトレジストレーション。1100ユーロ。1100ユーロ。バインが10分の1になった瞬間、1ハンド目でダブルアップしました。もう15分早く今のラッキーしてよ。ナイスです。ディナーブレイク、30分で63,600円になりました。なんやねんそれ、なんで今。まあでももちろん高いトーナメントの方がプレイヤーが強いからラッキーしづらいっていうのはあるよね。でも今回に関してはただの完全なるラッキーだから本当に実力とか関係なくラッキーしたんですけど、外でも散歩しに行きますか、せっかくだしね。明るい。まだ明るいね。7時です、これ。夕方7時でこの明るさやばいよね。トーナメント会場では解析ツールとかを使っちゃいけないっていうルールがあるんで、今カジノの外に出てきたんでアイスでも食べながらぶん回してちょっと完成に近づけます。美味しい。ポーカーって本当にさ、12年僕やってるんですけど、分かんなくなっちゃう時期と全てが分かったような気になる時期があって、それを繰り返してちょっとずつ強くなっていくんでね。横澤さんレベルでもまだ全然完成してないよ。もう今回のはかなり3レベルぐらいアップする予感がしてる今。これあれかもしれない、そのゲームでいうとこの負けイベみたいな、最初一番強いラスボスでいて負けて、こっからスライム倒してレベルちょっとずつ上げてってメインイベント優勝。負けイベかこれ。経験値稼ぎみたいな。いやマジでそうかも。綺麗な筋書きだわこれ。Yeah. Actually, yeah. Let me think. Oh, wow. Good for you, yeah. Good start. Oh. So many outs. Good thing you didn't vote. Yeah. これスケールがでかいっす。でかい。このトーナメント3万点からスタートしまして、ただいまアベレージのスタックが19万点ですね。残り135人、あと5人で今ね、なんと横澤のスタック3万3500です。素晴
ごくない？このしぶとさ。3万点からスタートしてさ、1回だけ6万点だったけど、それ以降ずっと6万点以下の超低空飛行で、あと5人で今まで来ました。5BB 持ちなんで、行くべき時は行こうかなと思います。最高。はいやー。なるやん。やった。アイヌワイ君だけした。やったー。6万点超えました。ハンドフォーハンドのあと1人でインマルでさっきのエースジャックまで仕掛けたのマジで。Players have now made it through to day 2. Congratulations. Time to start the backing up process. ナイスインマネ。1万ドル、1万2000ドルと出て1100でインマネです。いいのよでも、インマネしないよりはインマネした方がいいんだから。Day 2進出です。これもね、おそらく参加人数これやばいのよ。A1 なんか C とかもなる。5000人とかなると思うんですよ。もし5000人いた場合は優勝したら1億くらいいくわけですよ。優勝したら多分インマネしたんでマイルもマイルも溜まってるね。確かに多分2000ユーロぐらいもらえるんじゃないでしょうか。9万8000点で D2 進出。ショートだけどいいでしょう。ここから勝ち笛することもありますから。1100ユーロとはいえ、こんだけ Day1 がたくさんあるトナメを一発で通過できたのは熱いですよ。いやしかもね、いやもちろんね、ついてたからインマネしたんですよ皆さん。これは本当についてたからインマネしたんですけど、朗報があります。横澤のポーカー完成しました。あ、したんすか？はい、しました。完成。いやー、完成したね。優勝しちゃうかもしれないわ。 EPT バルセロナ初インマネ、レッツゴー。1100ドルのデイ2となっております。さあカジノに入っていきましょう。いや無理出場できませんでした。2200ユーロのプチハイローラーのトーナメントがあります。なんでいるんですか？初トーナメント出るんですか？ 2200。じゃあ出ちゃおうかな。ラストロンガーしますから。じゃあ飯ラストロンガー。